終わりの始まり。どうも、ババ切り札でございます。今回はナンバリングタイトルなのに超絶劣化してしまった PS4 ゲーム参戦を紹介。進化より退化。それではいきます。1、シュー新規はもはや、子さんまでも失望させたシリーズといえば、これ、サモンナイト6。今作は2000年に第1作が発売され、その後16年の間で、派生作品含む約13本のタイトルを世に送り出した人気シミュレーション RPG の一つだったのだが、しかしどういうわけか今作は、なぜか今まで登場したキャラクターたちを出演させるという、すべてのシリーズをプレイしていないとわからないお祭りゲーとなってしまったにもかかわらず、さらに、今までのキャラクターの設定を崩壊させるような展開をストーリーに用意してしまっていた。特にサモンナイト3を経験したプレイヤーにとって今作は、本当にわけのわからないキャラ設定が多く、非常に怒りを覚える作品となっていた。また今作は戦闘面でもプレイヤーを失望させる仕様が数多く施されており、周囲を見渡しづらいカメラや前作よりもテンポの悪い戦闘は、古参プレイヤーはおろか、一見さんすらも戸惑わせた。そしてこのシリーズおなじみであるマルチエンドや夜会話と言われるお楽しみ要素も今作ではなぜか今までよりも陳腐で深みのないものに変わり果ててしまっていた。正直このシリーズは前作サモンナイト5の時点で評判が落ち始めてはいたので、これはなるべくしてなった結果だったのかもしれないが、しかしそれにしてもなんとも辛い流れである。一応今作には今までのキャラクターの掛け合いが見れたり、自由な捨て振りなどの要素もあったので、一概にクソゲーとは言えなかったが、ただ続編として見るとどうしてもダメな作品となってしまった。ちなみにこのシリーズは2016年、今作を出して以降何の音沙汰もなくなったため、この作品が実質的な最終作だと巷ではまことしやかに言われている。宇宙規模の展開を楽しめたシリーズだったのに、いつしか小規模に劣化したゲーム、スターオーシャン5。今作は1996年のスーパーファミコン時代からファンを獲得し続け、PSO では待望のナンバリングタイトル5を出したのだが、しかしどうしてこうなったか。スターオーシャン5は今までのシリーズをぶち壊すほどの最悪の結果を招いた。まず今作はスターオーシャンというタイトルにもかかわらず、基本的に前作以上に宇宙を感じれることがほとんどなくなり、しかも面識がほぼない少女をそこまで物語に関係のない主人公が無償で助け続けるという何とも言えないストーリーをイベントスキップ不可能な状態で見せ続けられた挙句さらに、今作はただっ広いフィールドに点在する町や村などに何度も行き来させられることとなった。正直これだけでも今作はこのシリーズにとどめを刺している状態だったのだが、しかしこのゲームはこの他にもカメラワークの悪さやゲームバランスのおかしさも目につく作りとなっていたため、もはや死体蹴りレベルの作品となってしまった。ただ、今作は戦闘で使うロールというシステムが非常に面白くできていたため、これまた一概にクソゲーとは言えなかったが、しかし、ナンバリングタイトルとしては、やはり微妙であった。今現在、このシリーズはスマホゲームに移行し、続編が出る気配は微塵も感じれなくはなったが、しかし、これはこれで良かったのかもしれない。終わりの始まりは、新たな始まりの
幕開け。まさかの2で早々に終わったコンテンツとなってしまったゲームといえば、これ。魔女と百鬼兵2。ミルムは死ぬです。やめなさい、ミルム。今作は前作で指摘されていた UI 面などを改善し、新たな要素を引っ提げて、より爽快なハクスラゲームとして生まれ変わったはずだったのだが、しかしその代わりといってはなんだが、今作は非常にチープな部分が多く見受けられる作品でもあった。まずこのゲームは、もともと10種類以上のバリエーションあるフィールドにギミックなどを設置したステージ攻略型のゲームだったのだが、しかし今作になってからは金銭面の問題でか、それらをすべて撤廃し、ステージをバリエーションがほとんどないランダム生成仕様に変更したため、プレイ中終始同じような構成のステージを探索することとなった。また今作はそれに伴い雑魚敵はおろか、一部のボスですらも使い回すという暴挙に出ており、さらにゲームバランスが悪いと言われていた前作よりもゲームバランスが崩壊していたため、非常に単調かつつまらないものとなってしまっていた。そして今作はそういったゲーム性のほか、ストーリーにも劣化が見れた作品であった。1が非常に濃厚かつ個性的なキャラクターが多かったのに対して、今作はスタイル以外全く魅力のない無能なヒロインと、なぜ登場したかわからない百鬼兵がメインのお話だったため、全体的にかすれたストーリーとなってしまった。もちろん今作にも魅力的なキャラクターは存在したが、しかし彼らが前作同様深く掘り下げられるといったことはなかった。一応今作はゲーム性は違うが、系列を一緒とした地下迷宮と魔女の旅団という作品が存在するので、未だシリーズとしてはまだ終わってはいないのだが、しかしこの先、百鬼兵を操作キャラとしたシリーズが出るかと言われれば、何とも言えない状況である。ちなみにこの地下迷宮と魔女の旅団シリーズは、2020年11月26日に待望の続編、ガレリアの地下迷宮と魔女の旅団を発売予定だ。前作のストーリーがとても良かったので、今作も不安はあるが、それなりに楽しみだ。ということで今回はここまで。ムカッチ。それではまた。